こんにちは、きなこスペシャリストのせいこです。お久しぶりです。私は年の割には若めにいろんな数値が出てます。1日 3,4 時間歩けるほど元気です。そして太る痩せるを気にしてるってことももうありません。それもきな粉をはじめとするなるべく自然な味、自然食品を中心に選んで食べてるおかげかなというふうに思っています。そういう味に体が慣れてくると体型の変化もほとんどないっていうのもそうなんですけど、心もね落ち着いてくるんですよね。落ち着いてるはい、もう実感してるので、こういう味を全力で支持してますし、全力で発信してます。今日は久しぶりに夏に食べやすいレシピをご紹介したいと思います。題して夏太りしない簡単きなこスイーツレシピ3つご紹介します。もうほぼほぼ調理もしませんので安心してご覧ください。私はこのレシピのせいかわかんないんですが、この夏ちょっと体重が減少しましたので、歩きすぎかな、効果はあるかと思います。なのでちょっと真似してみようかな、やってみようかなと思えるレシピを集めましたのでご覧ください。1品目、冷凍バナナ屋台風。もう家でやるときはこんなんでいいのよ。ちょっと串カツ風でしょ。これが簡単でうまい。もうバナナを2つに切って竹串を刺して、そして上からうわっと押して、そうして凍らせる。そうしてきな粉をパパパパパッとまぶして出来上がりですよ。家でやるときはこれくらいでいいの。あれあれ、串揚げですか？違いますお客様。そちらは串揚げではなくてバナナときな粉なんです。バナナときな粉、果物と大豆のいった粉が合うんですか？もちろんですよ。砂糖なんていりませんよ。食べてみればわかります。美味しいです。いただきますはい、何でも食べてるから知ってる味です、さっきも言ったけど、バナナと大豆の粉がどうして合うか、誰が発見したのか分かんない。私じゃないんです。でもやってる人はやってるから。二度漬けいいんですか？いいでしょう。もちろんですね。ここにつけましょうよね。さっき余ったからさ、食べます。はい、子供も好き、大人も好き、ご老人も好き、みんな好きだよ。もう世界中が好きな味です。簡単だからやってみて。2品目はところてんきなこです。これも夏やってる方結構いらっしゃいます。私も実際友達から教えてもらったんですが、簡単、調理ありません。すいませんところてんを買って、ところてんの水を切って、黒蜜ときな粉をたっぷりかけた、それだけ。簡単で美味しい、体にいいです。ところてんは海藻からできてます。だから食物繊維がたっぷり、そしてカロリーもないね。あれ、きな粉も食物繊維たっぷり？そう、不溶性の食物繊維がたっぷり入ってる。食物繊維オン食物繊維、そうなんです。これはもう食物繊維と言っても正しいそうですたっぷり食物繊維。そして黒蜜もね、糖分と思ってと思うかもしれないですけど、ミネラルもたっぷり入ってるんですよ。だから食物繊維とミネラルで夏をね乗り切っていこうよ。糖分も必要だよ。だって体動かしていこうよねこの難点はところてんがすぐね水分をわっと吸っちゃうから、きな粉がねもうちょっともそっとするんだけど、見た目がそうなるだけで美味しいんだからね。キラ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 食べましょう。おいしい。きな粉と黒蜜ダイレクトに味わえます。そうして追いきな粉をしてあげてください。そうしたらもっとかけたくなるから。はい、幸せな瞬間。最後にミルク寒天きなこソースです。綺麗でしょ？素敵なデザート。自信作です。すいません、とっても自信がありますミルク寒天といっても牛乳寒天ですよ。昔ながらの日本のおやつっていう印象がある名前かと思うんですけど、今あんまり食べる機会ないでしょ。見ないと思うんですよ。でもとっても美味しいし体にいいから、もうぜひ広めたいと思って。寒天ですよ。また出てきた海藻、食物繊維がたっぷり入ってる海藻なんだけど、すごいの寒天ね。100倍の水を抱えるからとってもボリュームがあります。それがねお腹の中に入ると、お腹の中の水分をうわっと抱え込むので満足感もある。
ね、でもカロリーもない食物繊維たっぷり、いいでしょ。ところが結構これ作るの大変なんですよ。海藻が水に均一に溶けづらいから、私も結構苦労しましたんで、ね、このやり方を絶対に知っておいてほしいと思って VTR 用意しました。洗ってちぎった寒天を水にふやかして、煮溶かして、そしてお砂糖を入れてまた混ぜます。そしてね、ここ大事なんですけど、布巾で一回こしてください。このひと手間、これ絶対やってください。やらないとこうなります。美味しくなくはないけど見た目がね、だから絶対布巾でこしてくださいね。そうして牛乳は別に温めて、ちょっと人肌程度に温めて寒天の中に入れて混ぜます。こうするとダマダマにならないです。ちょっとはなるんですけどね、まあいいじゃないですかね。そして冷蔵庫で冷やし固めます。で、寒天が固まってからきなこソースをかけるんですけど、きなこ 15g、 砂糖 15g、 牛乳が 30cc くらいかな。綺麗でしょ。綺麗でしょ、ね、ちょっと大きめのスプーンでいきますか。おほ、大きめのスプーンで、お目汚しをすいません。ちょっとじゃあいただきますね。ゼラチンとは違うプリプリさ。こういうの食べると本当に体の中が流れるんですよ。流れすぎちゃってね、最近流れています。さて、夏太りしない簡単きなこレシピ3つバババッとご紹介してきました。冒頭にも言いましたが、こういう自然な食べ物って見た目はそんなに映えないし、味の刺激も少ないものかもしれません。ね、添加物さえ入れればもっと色も鮮やかになったり、ね、伸びも良くなったり、ね、艶やかになったり、日持ちがしたり、ね、味も刺激のものになってもっと食べたい中毒性が出てくるかもしれません、ね、その方が食を提供する側としては売れるし人気になるしいいかもしれない。そしてそうやって食の場は発展してきたんだと思うんですよ。それは否定しないし良かったと思う。だけどこういう自然な食べ物を支持したっていいじゃないですかと思ってやってます。だってその方が自分らしく入れるんだものね。なので私のきなこレシピは100を超えましたよね。簡単なかける混ぜるねものだけで100いけるんですよ。もうないと思うけど、皆さん全力で支持してください。皆さんもこういう味好きになってほしいなと思ってやってる。振り乱してやってる。もう振り乱さないけど、もうこっちの髪もずっとこうやって今日はやってきました。励ましてくださいということで、見ていただいてありがとうございます。何かが届けばいいなと思ってやっていきます。やめます。じゃあね、今日はやめます。またね、バイバーイ。ありがとうございます。